今日はピザトーストを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はピザトーストを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、食べ応え抜群の喫茶店風のピザトーストを作っていきます。今回作るピザトーストはですね、中に卵のフィリングをサンドしてボリューム満点な仕上がりにしていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにピザトーストの材料をご紹介します。材料はこちらです。食パン、ピーマン、玉ねぎ、ミニトマト、ベーコン、とろけるチーズ、ピザソース、バター。こちらの材料でピザ部分を作っていきます。まず食パンなんですが、6枚切りの山形の食パンを使っていきます。こちらは普通のね、四角い食パンでも大丈夫です。厚みに関してもお好みのものを使用してください。そしてあと具材はですね、ピーマン、玉ねぎ、ミニトマト、ベーコン、こちらを乗せていくんですが、これはお好みのものを入れて作ってみてください。そしてバターなんですが、パンに塗るので柔らかい状態にしておきましょう。それでは続いて中にサンドする卵のフィリングの材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、マヨネーズ、味噌、お砂糖、塩コショウ、からし。卵のフィリングはこちらの材料で作っていきます。まず卵のサイズなんですが、M サイズ、L サイズどちらでも OK です。そしてこの味付けのポイントは味噌とお砂糖です。この2つを加えるとコクが加わってとても美味しいフィリングに仕上がります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにゆで卵を作ります。小鍋にお水を張って、そして沸騰させます。はい、お水が沸騰しました。そしたらね、少し火加減弱めます。そしてこの中に、こちら分量外ですが、塩を小さじ1/2ほど入れてください。このように塩を入れていただくと、卵の殻にひびが入って白身が飛び出た時にすぐ固まってくれます。なので必ずね、卵を茹でる時は塩を入れて茹でてください。そしたらですね、この卵をそっと入れます。こちら冷蔵庫からすぐ出しの卵です。卵を入れるとね、ちょっと温度を下がるんですが、だいたいこのぐらいのクツクツ加減をキープして10分茹でていきます。火加減はね、調整しながら茹でてください。はい、今10分経ちました。そしたら火を止めて卵を取り出します。取り出したらですね、すぐこのように氷水で冷やしてください。そうすると殻が剥きやすくなります。ではこのままだいたい10分ほど卵を冷やしてください。それでは続いて卵を冷やしている間に具材を切っていきたいと思います。まずはじめにピーマンです。ピーマンはまずヘタを切り落としてください。そして種を取り除きます。取り除いたらピーマンは薄切りにしていきます。このピーマンの量に関しましてはお好みで入れてください。それでは続いて玉ねぎです。玉ねぎは薄くスライスします。はい、OK です。玉ねぎの量もお好みで調整してください。それでは続いてミニトマトです。ヘタを取って半分に切ります。このね、トマトの量もお好みで調整してください。それでは続いてベーコンです。ベーコンはだいたい1センチ幅で切りましょう。そしてね、ばらつかせておきます。このベーコンの量もお好みでね、入れてください。ベーコンはこれで OK です。それではね、卵が冷えたので、こちら殻を剥いて切りたいと思います。まずね、お尻の部分にひびを入れて、そして1箇所ペロッとめくります。そしてこのめくった部分に親指の腹を引っ掛けて卵を撫でるように剥いていきます。そうするとこのようにつるんと剥くことができます。冷水ですぐ冷やさないと殻がきれいに剥けないので、茹で上がった後は必ず氷水ですぐ冷やすようにしてください。そうしましたらまずね、こちら半分にします。よいしょ。そして卵黄部分をまずボウルに入れてください。あとは白身を適当な大きさに切っていきます。ちょっと食感を残したい方はゴロゴロっとした感じに切っていただくといいかなと思います。卵はこれで OK です。それでは続いて卵のフィリングを作っていきます。まずはじめに先ほどの卵黄を潰してください。そしてざっと潰したらここにお砂糖、そして塩コショウまず1つまみ、そして味噌、
そしてからしを入れます。まずねこれを一度混ぜましょう。お味噌が塊にならないようにきちんと混ぜてください。今回ねからしを入れてるんですが、お子様が召し上がる場合は抜いて作っていただいて大丈夫です。はい、そして混ざったらここにマヨネーズを加えます。そして混ぜましょう。はい、OK です。このように混ぜてください。そしたらこちら白身を入れます。そして混ぜましょう。はい、卵のフィリングはこれで完成です。味見をして塩コショウで味を整えてください。それでは続いて卵のフィリングをサンドしていきます。まずはじめにこちらバターですね、内側に塗ってください。このように油分をね塗っていただくと具材の水分がパンに染み込みにくくなります。はい、このように塗ってください。そしたらですね、片方の食パンに卵のフィリングをのせます。全体の厚みが均一になるようにのせてください。はい、このように全体に広げます。そうしましたらこのバターを塗った方を内側にしてかぶせます。少し押さえつけましょう。はい、このようにサンドしてください。そしたらですね、続いてここにピザソースを塗っていきます。こちらケチャップでも OK です。はい、このように全体的に塗ってください。そうしましたら続いてとろけるチーズを半分のせます。そしてあとは具材をのせていきます。まず玉ねぎです。続いてベーコンをのせます。ベーコンの代わりにねソーセージなども美味しいと思います。でミニトマトなんですがちょっと大きかったので4等分にしました。こちらはトマトの大きさに合わせて調整してください。これをのせます。そしてピーマンです。最後にまた上からとろけるチーズをたっぷりかけてください。ちょっとねピーマンが隠れちゃった時は上に出してあげましょう。はい、 OK です。このようにトッピングしてください。そうしましたらこちらをトースターの天板にのせます。トースターの上にねアルミホイルを敷いてください。今回私が使っているのがくっつきにくいアルミホイルになります。普通のアルミホイルを使う場合は薄くサラダ油を塗ってから食パンをのせましょう。ではのせます。はい、こちらをトースターでチーズが溶けて少し焼き色がつくまで焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。このようにね軽く焼き色がつくまで焼いてみてください。はい、これでピザトーストの完成です。こんな感じに仕上がりました。表面はチーズがとろけて美味しそうな仕上がりになってます。それではね卵をサンドしてるので切ってみたいと思います。はい、断面はこんな感じです。このように卵もたっぷり入って美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。この上のピザと卵のフィリングの相性が抜群です。そしてかなり食べ応えがあってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のピザトーストのポイントです。まず食パンの厚みなんですが、こちらはお好みの厚みの食パンを使ってください。ただあんまり厚すぎると食べにくくなってしまいますので、8枚切りか6枚切りがいいかなと思います。そして具材に関しましては、今回玉ねぎ、ピーマン、ミニトマト、そしてベーコンを入れました。こちらの具材に関しましてはお好みのものを入れて作ってみてください。そしてゆで卵を作る時のポイントです。ゆで卵を茹でる時はまず沸騰したお湯に塩を入れてください。そうすることでもし仮に卵にひびが入って卵白が飛び出てしまってもその卵白がすぐ固まってくれます。なので必ずね塩を加えて茹でるようにしてください。今回私はですね L サイズのゆで卵を沸騰したお湯で10分茹でました。こちらは冷蔵庫からすぐ出しの卵になります。こちらの茹で時間はお好みで調整してください。そして茹で上がったら必ずすぐ氷水で冷やすようにしてください。そのまま放置してしまうと殻が剥きにくくなってしまいます。そして卵のフィリングを作る時なんですが、ゆで卵の白身と黄身を分けて白身はお好みの大きさに刻んでください。粗めに切っていただくと卵白の歯ごたえを楽しむことができます。そしてこちらのフィリングに今回お味噌を加えてます。この味噌を少し加えることでとても味わい深い仕上がりになります。今回
私が使用しているのがだし入りの合わせ味噌です。こちらの味噌はね、いろんな味噌によって味わいが変わると思うんですが、お好みのものを入れていただいて大丈夫です。一番ベーシックなのは今回私が使用しただし入りの合わせ味噌かなと思います。そしてサンドする時のポイントです。サンドする時は食パンの内側に必ずバターを塗ってください。あとはですね、フィリングをサンドしてその上にピザソースを塗って、あとはお好みでトッピングして焼いてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はピザトーストを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。